ですね、はい、ここにね、もうちょっとヒントがあるんですけども、今日は、はい、バッドバニー、はい、ベニートですね、についてお話をします。はい、どういうことって思った人もいるかもしれないんですけども、月日はね、少し遡ります。3月の7日でした。3月の7日に彼が日本で、アジア初のライブを行ったんですけど、はい、それにね、私招待していただけましたので、それに行ってきての感想、実際どうだったかっていうのをね、ここでちょっと皆さんとシェアさせていただきたいなと思っております。はい、ということで、バッドバニーが日本に来てライブをした時、田舎育ちの私にはどのように映ったのか、で実際どうだったのかについてお話をしていきます。はい、実際にその情報が解禁されるまで1年ぐらいの月日猶予があったんですね。で、私人生でまだその時ライブに行ったことがなくって、でも行くなら絶対にラテンの好きなアーティストで行きたいと思ってて、でこのバッドバニーベニートのそのライブのことを知った時に、もうこれは絶対に行くと思って、それに合わせて自分の旅行の計画とかをね、いろいろ立ててたんです。で、旅行に行って帰ってきました。でもなかなかね、その情報が解禁されないんですよね、具体的な。で、実際にもうちょっと忘れちゃったんですけど、情報が数ヶ月前か数週間前ぐらいに解禁されて、で見た時によしチケット買うぞと思ったら、なんとトップリスナー限定だったんですね。ごめんねはい、トップリスナー限定で、つまり Spotify からの招待制になってて、自分が行きたくてもその招待券を受け取らない限りは行けないっていうことです。はい、つまり自分から選ぶ権利はない。そう、全ては Spotify でどれだけそのベニートのファンなのかっていう、その彼の曲を聴いて彼のアカウントをフォローしててとか、すごく条件がいろいろあったらしいんですけど、もちろんね Apple Music とか使ってる方はね、もうその時点でもう選択肢がない Spotify さんがなんていうかね、サポートスポンサーとしてやってるものだったので、私はなんとかね Spotify を使ってたんでチャンスはあるかなと思ったんですけど、でもやっぱり日本のトップリスナーって聞くと自信はあるけどないみたいな私は田舎育ちなんで、田舎の中だと、この四国の中だと全然自信はあるんですね。絶対トップ3には入ってるぐらいの自信はあるんですけど、でもやっぱりそれが東京とかの規模になるとちょっとなーと思って、でも実際どのぐらいの人数を招待するかも分かんなかったし、でもドキドキはしてましたよね、その招待が来るのかどうか。で、私本当にラテンの音楽とかラテンの文化が好きなんで、 Spotify ももうラテンの音楽、レゲトンとか、そういうなんていうかな、ラテンのこうダンス系の曲とかは入ってて、もうほぼそれ98%がそういう曲で、あと2%っていうのがイタリアの曲とかはね入ってるんですけど、そうなんで結構自信はあったものの、と思って、で数日待ちました。でも返事というかね、招待が届きません。はい、1日2日3日、はい、これもう話を持ってるわけじゃなくって、もうガチで寝れませんでした。朝方の3時までずっとこうやって通知来ないかなってメール見たりとか、でも X とかでね、招待をもらったって人もいて、ちょっとショックだったんですよね。私結構聞いてるのに自分以上に聞いてる人がいるって、もうそれ寝てる時も聞いてるんじゃないレベル。そうで、結構ショック受けてて、で仕方ない、受け入れようと思って Spotify を開いた時に、なんと招待が届いたんです。はい、こちらね。はい、もう夢見てるのかと思いました。はい、で結局招待届いて、でその招待もびっくりしたのが、
1人だけじゃなくてもう1人プラスアルファで同行できる、お友達とか家族誰でもいいけど連れてこられるよっていう招待で、それも無料だったんですね。私もう期待してないことだらけでびっくりしました。で、なんていうかな、私の周りにそのラテンの音楽を聴く友達は全然いないので私は結局一人で行くことにはなったんですけども、で実際に行きました。で到着したの開演が6時、会場開演そうですね、5時半入りの6時スタートぐらいだったと思うんですけど、実際に私着いたのが3時で、もうすでにね、会場に着いた時には列になってみんな待ってるんですよね、3時間前で。でやばーと思って、でなんか嬉しいと同時になんかライバルみたいな気持ちなんかちょっと意味わかんないけど、でなんか実際にじゃあ日本人のファンが多かったというかね、その列に並んでるのは日本人かというとそうじゃなかったんですね。はい、多分日本のミックスの方かな、日本国籍とそのラテンの国籍を持っているミックスの人とか、単に海外の方とか、日本人が本当に少なくって、日本なのに海外にいるみたいじゃんと思って、で列に待って3時間待ちました。もう極寒でした。その当時3月だったんで、はい。で中に入りました。会場です。もうなんか人生で初めてだったんで、思ってたものと違うのは確かで、会場も座るタイプじゃなくてスタンディングタイプ、立てて楽しむタイプのもので、でもなんかここにその彼がやってくる。はい、私このベニートは2008年のヤンデルとナチョのバイラメでフィーチャリングしている時からの大ファンで曲を聴いてるので、もう10年以上、10年近く以上じゃない10年近くね、はい、彼の曲を聴いてるんで、もう結構な大ファンと言ってもおかしくないぐらいですね。なんでその方が目の前にってなると、私もう始まる前からもうテンション爆上がりで、なんとかね、そのステージ近くというか、もうステージのギリギリの一番前のところら辺で見えたんですけども、はい、実際に、はい、ちょっと映像を流したいと思います。はい、そうですね。もう私はそのラテンの全て、そのダンスもそうだし、楽器もそうだし、歌手、その人ベニート自身もう全て、実はね、私ベニート以外にもそのダンサーさんでお気に入りの人がいたんですよね。ダンサーの方ですごい好きなダンサーの方がいて、その人も実際にこの目の前で踊って、わマジやばみたいな、もう見るものたくさんありすぎみたいなね。はい、ベニートも見るし、ダンスも見なきゃ、音楽も聴かなきゃいけないし、演奏してる人も気になるしみたいなね。はい、で実際にいろいろ進んでいくと、ベニートがね、その日本語の歌詞に変更して歌ってたりだとか、はい、実際にねコラボした人、はい、ジョエル・イ・ランディっていう方なんですけどね、その方のコラボとも最高でした。私自
身ラテンの音楽は18歳ぐらいの時から聴いてるぐらい、もう結構歴は長いんですけど、やっぱりスペイン語がねまだ完全に話せる、ペラペラ話せるわけでもないし、よく言う一般的な曲のイメージって、ラテンの音楽って結構パーティー系の音楽で、こうセクシーな歌詞とか、ちょっと汚い歌詞が多いってよく言うイメージがあると思うんですけど、でも私がこのラテンが好きな音楽って、なんていうかな、イメージは確かにそういうイメージあるかもしれないんですけど、でも深いです。すごくポジティブなエネルギーをもらえると思ってます。特にこう失恋した時とかね、悲しい状況にあったとしても楽しもうっていうこの志、例えばラテンの曲で歌詞は悲しいんだけどリズムがもうダンスができる感じのリズム、そういう心のモチベーションというか、こう悲しい状況でも人生を楽しもう、悲しさを受け入れながら人生を楽しもうっていうところが私の人生観にフィットしてるっていうのが私の好きな、そのラテンが好きなところの一つなんですけど、でこう実際にライブでベニートがいいことを言ってて、その過去はね変えられないと、過去は変えられないけどその過去から学ぶことはできるでしょって、この明日ね私たちに何が起きるかわからないからこそ、今この瞬間を楽しむことが私たちにできることなんじゃないって言ってて、もうさすがって思ってもっと好きになりました。 We can change the past. We can learn from it. Right? And we don't know what's gonna happen tomorrow. What we can do is enjoy the present now. もう一つ私の気持ちがすごく救われたんですけど、こう音楽にはね言語は関係ないってこのショーが証明してくれた。でラブですね、愛にも言語は関係ないって言ってましたね。もうさすがですと思いました。そうなんです。結局私ももちろんスペイン語がわからないから、完全にわからないからこう言われたこともありますよね。そうやってわからないのに聞く意味ないでしょ、分かってないのにとかね言われたことあるけど、でも私の心は多分ラテンの人よりラテン好きっていうぐらい、そのなんていうかな、音楽とかダンスとかに関しては私そこに対するパッションとか愛は負けてない自信があります。はい、でも最近はその愛が強すぎてね、ラテンの友達とかに私たちとか僕たちよりラテンの曲知ってるじゃんとか言われることがあるぐらい本当に好きなんですよね。ちなみにそのライブでね、お弁当とかもね、こちらねブース、写真のブースとかもね、写真撮影のブースとかもあって、この今着てる T シャツも実は無料でね、お弁当もね無料、全部もうとにかくライブも T シャツもお弁当も全部無料でした、なんで私すっごいなんか多分私人生でこの経験をしちゃったら次のライブがなんか多分つまんなく感じるんじゃないかって思って怖いですちょっとそう距離感でベニートを見れて、でこんなねポスターもそうですけど、ポスターとかこのグッズもう無料でもらえるって、そんななんかねはいということ言葉が出ないんですけども、で実際日本人の方はライブの会場にももちろんいるのはいるんですけど、比較をすると日本人か日本人じゃないかっていうこの判別をしたら日本人じゃない人の方が多かったです。なんでびっくりしました本当に、でもやっぱりその国境を越えてね、そのラテンの音楽歌手が日本に来てこうやってライブをしてこう自分と同じバイブスを持った日本人に会えたっていうのがね、私何より嬉しかったです。
はい、で何よりそのトップリスナー限定っていうところにやっぱり私はちょっと自信を持とうと思いました。私結構飽き性なんで、一つのものに対してハマれるものってあんまりないんですけど、2018歳の頃から今もなおずっとラテンはずっと大好きで、そのダンスも含めずっと好きなものなので、本当に私ラテンの音楽に救われたんですよね、人生において。すごくこの話をするとすごく長くなるんですけど、もし私がこのラテンの音楽に出会ってなかったら多分今の私いないし、今私趣味ゼロって言っても過言ではないです。私本当に自分がメンタルが落ちて悲しい時とかってもうすぐにラテンの音楽レゲトンとかを聴いて気分上げたりとか、なんか体調が悪いなって時にエクササイズしようってなってもダンスをするんですね、いつも。でその全て私のこの基礎となるこのエナジーっていうのはそのラテンの文化とか音楽、言語もそうですね。することないなと思ったらちょっとスペイン語勉強しようかなとか、もう全てがそのラテンのものから私エネルギーをもらってるんで、それがないと思ったらちょっと怖いですね、私。なんで本当に感謝してます。はい。このね、Spotify さんもこんなイベントというかライブを行ってくれて、さらに言うとね、ベニートさん遠いとこから日本に来てね、ライブをしていただいて、こんな素敵なショーをしていただいて、もうムチスグラシアスです。もうめちゃめちゃ、感謝です。はい。で、私が言いたいのは、やっぱり東京ってなっても、やっぱりまだそのラテンの音楽はそこまでね、まだ浸透しきってない。で、田舎ってなると、もっとそのコアなとこになりますよね。はい。ただでさえ田舎で英語ってなると、もちろん珍しい、外国人が珍しいとか英語を話す人も珍しくはなるんですけど、ラテンのそのスペイン語ってなるともっとコアなところなんで、もっとその少人数になるんです。でもそんな田舎でも遠くもう地球の裏側って言ってもおかしくないですね。地球の裏側のね、国をね、こんなにも愛している日本人もいるということをね、皆さん今見てくださってる皆さん、はい、そういう事実もあるよというのをね、覚えておいてもらえたらと思います。はい。だからこそ私このね、サブタイトルに英語と、日本語と、スペイン語もここにサブタイトルつけてるんで、ぜひぜひこれからもね、見てみてください。はい、今日はバッドバニーが日本にライブを来た時の話、日本人から見てどうだったのかっていうお話でした。はい、次回もね、また見てみてください。はい、今日はありがとうございました。またねー。バイバーイ。